はい、どうもゆうです。今回はですね、41212のカスタム戦術紹介していきたいなと思っております。こちらですね、大会でメインで使おうかなと思っているカスタムになります。もうこの動画出ている時点ではもう FCS の決勝大会が終わってる後なので、大会前に撮ってる動画にはなるんですけど、442初めに出した動画442と、この412、411がメインでどちらか使おうかと思ってましたので、これを参考にしていただければと思います。では早速見ていきます。はい、4411ですね。ショートパス積極的としております。もう守備的アプローチに関してはもう積極的でライン上げるのが一番いいのかなと思います。ライン下げると本当に今、相手の思うツボというか、フィネスがやっぱ打たれたりとかですね、もう押し込まれやすい環境でもあるんで、特にこの積極的でライン高めにとって、そのペナルティエリア入る前に止め切るのがいいのかなというところで、積極的にしております。裏毛が気になる部分はあるとは思うんですけど、どっちみち押し込まれると、本当にそのまま失点する可能性高くなるんで、ライン高く保つのがおすすめかなと思います。で、ショートパスですね。こちらに関しては、もう距離感全体的に近く保ちたかったんで、ショートパスにしております。で、攻撃流動的に出しやすいというか、距離感近くして、この後選手紹介でもあるんですけど、できるだけ敵高持ちを選んでおります、選手も。で、個人で運べるし、パスの選択肢もできて、それぞれがドリブルができる選手を先行してるんで、そういった面も含めてですね、自分はショートパスがやりやすいなって感じたんで、こちらしております。あとバランスでもいいんですけど、ちょっと違いを出したいという意味も込みですね、ショートパスをしてるっていう感じはあります。で、選手の指示ですね。こちらゴールキーパー、スイーパーキーパー、スイーパーキーパーでいいと思います。で、両方ですね、ディフェンダーですね。ここはもう変わらずです。で、両サイドバックも、サイドバックディフェンスということで、やはり、3トップ対策として、ウィングバックにするとどうしても高くなってしまいますし、そこをカウンターで使う可能性が高くなるということで、自分はトリガーランで極力、ワンツーとかトリガーランで上げる以外に関しては基本的には後ろで待っててほしいというところで、こちらの設定にしております。で、ディフェンス、中盤ですね。これに関してはプレイメーカーになります。これはもう442と同じ考えになるんですけど、もうオフェンス的に行きたいというところで、前の6枚ですね。で、攻め切るっていうところも込みでプレイメーカーにしております。ただですね、こちら、ペドリには予測も追加してますし、インセプあったりとか、デヨンゴもインターセプトということで、上げれるように、このタイプ、パス上手くて、ドリブルもできる選手、で、ある程度シュートも打てる選手を置いてるんですけど、これに関しては、守備もある程度できる選手をわざと置いてるってことにしております。特に敵高鋭い、敵角ができてれば持っててほしくて、今回に関しては鋭いと敵高をそれぞれ持ってるんですけど、あとはドリブルですね。こねれるっていうところ。で、先ほど初めに紹介したショートパスっていうところも込みでですね、この距離感を近くして、ワンツーで最後上げたいとか、トリガーランで上げて得点メイクしやすいのも込みで、この二人を選んでるって感じにはなります。守備的に持っていくって意味でも、他にもいい選手結構いるんで、チャドハガウであったりとか、予測鋭いですかね。その辺置くのもありなんですけど、ボックスボックスとか、その辺でもいいんですけど、自分はちょっとその辺のこの距離感が気になったんで、もうオフェンスに振り切ってるって感じにはなります。両サイドですね、インサイドフォワード、バランスにしております。これに関しては、どちらか片方ですね、442の時はウィンガーにしてたと思うんですけど、こちらウィンガーにするのもありかなと思います。距離を空けるっていう意味ですね。いうのも一つありなんじゃないかなと思います。で、トップ下に関してはシャドウストライカーにしております。これは本当にもうオフェンス的に動いてほしいというところで、場合によっては、オフェンスミッドフィルダーの位置にいて、場合によっては本当442みたいな形で前に張ってほしいというのも込みでシャドウストライカーっていう風にしております。もう本当に442のパス、44に比べてやっぱり4411の方がパスコースは増えるなとは思いました。あとワンツーとかトリガーランで、裏抜けしやすいなっていうところですね。3人目の動きがしやすいっていうのはやっぱり4411の方がしやすかったんで、これは442でここで勝負するか、4411で流動的なパスで崩すかっていう選択肢を増える意味でも、441が結構使用感良かったので、今回このような人選と、ショートパスにしてるって感じですね。メッシ、マラドーナ、デヨング、ペドレに関しては全員敵高持ってるんで、この辺をわざと敵高持ちを入れてるって感じです。これに関しては、マラドーナ、無料ではなくて、今回大会に向けて600万ぐらいで買った、
一番最上級のマラドーナになるんですけど、もちろん92マラドーナで、手くどりつけた版でもシャドウストライカーで、無印でもやったんですけど、全然使用感良かったです。無料配布の、トップ下つけてない方でもこちら使えたんで、ぜひ試してみてほしいなと思います。で、前に関してはアンディ、アドバンスフォワードですね。もうこれはもうオフェンスタイプをもう得点最後の、エースストライカーとして置いてるって感じです。これに関しても、パスメーカーの選手を置いてもいいんですけど、トップ下にやっぱ、パスできる選手を置いてるんで、片側はもう決定力、個で打開できるような選手を置いておくっていうのが一つありなんじゃないかなっていうところで、こちらの選手を置いております。あとはですね、442、451とかであったりとか、4231ですね。あと4213とか含めて、フォーメーションを、試合の流れ見て変えれるような、メンバー選考してるというのもあります。ペドリとデヨングということで、はじめ大会挑戦の時はボンマティ入れてたんですけど、そうするとどうしてもCDM に落とせないというところもあったんで、自分は今このペドリ、デヨングで CDM を落とせる、CM もできるような選手を置いておけば、相手に合わせてフォーメーションを変えるっていうこともできるんで、特に今作ですね、この指示関係とかいろいろあって、44ブロックが絶対作れる形ではなくなったとか、いうのも兼ね合いでですね、なかなかこの形作りっていうのが難しくなったので、そういった面も含めてですね、いろんなカスタム使うのは本当大事なのかなと思います。それに関して本当に12月の決勝大会の時に本当にそれを感じたので、本当に相手のフォーメーションと相性の悪い場合は変える。相性がいい時はそのまま行く。そのまま、調子がいいというか、どちらもつかずだったら自分の自信のあるカスタムで行くっていう感じで、いろんなカスタム、いろいろ挑戦するのが大事なのかなと思うので、ぜひ使ってみてもらえたらなと思います。でですね、両サイドバックとか含めて、442で紹介した選考とほとんど変わらないのと、今回に関しては、できるだけティキタカ、6枚のうち4枚以上はティキタカとか鋭いパス持ちを推奨したいなと思いますので、そこ以外に関しては基本的に選考ほぼ442とほとんど変わらないです。なのでまだ442動画見てない方はそちら見ていただければと思います。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。はい、ということでですね、ディスコード、情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関してはTOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては27,000とかで、今11,000とかだったやつが27,000。これ確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんでめちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近はあんまり金はないかなって感じですね。労働もこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしているっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っているときはあるって感じになります。はい。
でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。